盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養蚕4代目北谷隆一です。今回のテーマは黒松の苗木の曲付けということでやっていきます。まず早速ですけども、これ黒松の苗木なんですね。だいたい種まいて 2,3 年ぐらい、太さこれぐらい、まず曲付けの、いつ頃したらいいかというお話からさせていただきますと、これぐらいの太さがちょうどいいということなんですが、巻く時期、本とかで調べた感じでは2月とか3月ぐらいがいいとは書いてあるんですが、うちはこれぐらいの太さになった時にもう2月3月にこだわらず、巻けそうなら巻くというような感じでやってます。なんでかと言いますと、2月3月だったら2月3月にもうちょっとこれ細かったとして、次の2月3月まで待ってたらその1年の間めちゃくちゃ太くなっても巻けないぐらい太くなる可能性があるんで、もうこれぐらいの太さになり次第うちは順次曲付けをしていってます。はい。で使う針金なんですけども、アルミ線ですね。これぐらいの太さだったら、2ミリぐらいのアルミの針金で効きますね。いかんかったらもうちょっと太いにアルミ線を変えればいいだけで済みます。で、まずちょっと早速巻いていってみます。で、針金をだいたいそうですね、苗木の長さに大体合わせて、ほんでポットに突き刺すんで、切るときちょっと先が尖るように、針のように尖るようにしてください。で、この幹の根元から刺してプスッとポットの外を出します。でギュッと止まるようにして、それでなるべく下の方から巻いていくんですが、この途中の小さい芽がたくさんついてるんですけども、これが後々大事になってくるんで、これが取れないように間を縫うように巻いていきます。もう少々はもう仕方ないですね。小さい芽潰れてしまうのは少々仕方ない。で大体ですけど上の方まで巻いて、で次大事なんですけども、このなるべく下から巻いた、なるべくさらにその下の方から思いっきり曲げます。この根元の付近でしっかりと曲げて、立ち上がりというんですけど、盆栽ではその立ち上がり部分がしっかりこの斜めになるように。一番良くないのがまっすぐちょっと行ってから上の方だけぐるんと回ってるような、そういうのが良くないです。これもしっかり下の方から曲げてるのが見て分かりますかね。はい、とにかくこれ下の方から曲げるというのがもう一番大事です。もう幹すぐに垂直はもう一番良くないですね。でこれを今手前の方から針金刺したんですけども、ちょっともう一本やってみますね。この幹の裏側に針金を持っていって、裏側から手前に巻くと、でちょっと曲げますね。で最後はちょっとピンとまっすぐ上にした方が後で管理がしやすいです。斜めにするよりだったら、これ幹の手前に針金を通したのと幹の奥に針金を通したのとで向きが変わるんですね。だからこれでお好みの向きにしてあげたらいいですね。はい。でこのもう2歳3歳4歳ぐらいの苗木っていうのはすごく成長が早いんで、
これ今巻きましたけども、ほんと数ヶ月ですぐ食い込み出します。だからちょっと食い込むぐらいまではほっとくかほっとかんかぐらいでもう取ってください。でないともうちょっとシワがね、針金のシワがつきすぎるんで、そこだけは巻いた後注意して、特に大体成長期に巻くことが多いんで、そこら辺は注意していただいて、成長期でなくても結構食い込みはやすいんでね、はい、そうですね、それは気をつけてもらって、でこういう曲げたのが、10年ぐらいですね経つとこんな感じに、この辺にビューッと徒長枝が、こんな徒長枝がここあったんです。それを切り取って、今傷にはなってますけど、ここがね傷になってますけど、そのおかげでしっかり太って、でもこれもあとちょっと1年寝かして針金かけたら、ここがてっぺんで結構いい盆栽になりそうだなと。はい、最初はこんな感じですけど、ちゃんとしっかり年月待てばいい盆栽になりますんで、皆さんもよかったらやってみてください。はい、じゃあ黒松の苗木の曲付けは今回は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。